まだ今月中は答える寒さが残りそうだな。ミツル、今夜はタルタロスに行かないのか？昨日言ったばかりだろう。それに今夜は雪の予報が出てるしな。間が空くと体がなまるんだがな。秋彦、前にも言ったがトレーニング気分でいると怪我するぞ。私たちが部活なのは建前だけだ。遊びじゃない。ならなおさら行くべきだと思うが、タルタロスは人類の脅威で放置できないと自分でいつも言ってるだろう。こういう時だけ持ち出すな。今ペルソナ使いは私とお前のたった二人だ。慣れで何とかやれてるが、本来は普通に歩き回るのさえ厳しい戦力だ。今度入った1年の新人はどうなんだ？竹馬か？まだ影時間への適性があるというだけだ。現場へ出して荒領事ってのもいいんじゃないか？言うと思ったよ。でもそんな簡単な話じゃない。お前も知ってるだろう。ペルソナは心の力だとも言われている。あまりせかして彼女を不安にさせてもよくない。今回は随分と優しいんだな。別に私は。要するにまだしばらく戦力は2人のままか。そういうことだ。だからペースを考えてくれ。あいつがいればな。あいつが戻ればこんな苦労はしなくて済むんだ。新垣か。過ぎたことは仕方ないと分かってるだろうに。もう随分経つな。頑固というか。お前に言われたくはないだろうな。何？特別課外活動部に加わって気づけば丸2年以上。一昨年の夏にはもう俺たちは今と同じくシャドウと戦っていた。でも一つだけ大きく違っていたことがある。あの夏にはまだあいつが、シンジがいた。行くぞトリデュークス！残り1体だ。そっちは任せる。シンジ、おらよっ！よーし、いい感じだ。残りの敵はどんな感じだ？ミツル？すまない。あと残り2、いや3体だ。しんどそうだな。大丈夫か？平気だ、気にするな。ったく無理がバレバレなんだよ。おいアキ、今日はもう上がりだ。一つ前の角にちょうど戻るやつあったしな。おいシンジ、待て！戻ったか？おう、待てシンジ、勝手に決めて動くな。今日はここまでだ。俺はまだやれる。私も心配無用だ。この程度で弱音を吐くつもりは。なお前ら自分のバテた面を鏡で見てみろ。それとアキ、今のてめえの戦い方はペルソナっておもちゃが面白くて生きがるだけの単なるガキだ。お嬢の方もなんか無駄に焦ってねえか？私は。事情は知らねえが、誰かのためとか名前のためとかそんなんばっかじゃすぐに潰れちまうぞ。まあ仕方ねえんだろうけどな。先帰るぜ。俺は別段何も背負ってねえが、あの二人は違うからな。背負い込んだ重みのせいであいつらの生き方には緩むとこがねえ。けど俺らなんざ所詮は高校生だ。ダチとつるんで盛り場遊び歩くような。まあ3人とも柄じゃねえが、多少はそんなようなことがあっても罰は当たらねえはずだ。やれやれ、なんか考えるか。海？ああれか。
こう塩辛いというか。味かよ。言ってどうする。別に通学で毎日見てるだろ。いや、近所の港行くとは言ってねえよ。シャドウが海岸部に出たというような話も特に聞かないな。そうじゃねえよ。つうか揃ってリアクションおかしいだろ。もっと高校生の反応しろよ。はあ、単に海へ遊び行くぞって言ってんだ。遊びに？お前とか。悪かったな。意外だな。そういうレジャーは性に合わないのかと思っていた。騒がしく群れるのが苦手ってだけだ。それに夏休みだぞ、高校最初の。どこも行かねえってのも味気ねえだろ。普通そういうものか。私に普通を問われてもな。疎いしな。自覚あったんだな。今まで夏休みといえば学校のカリキュラムでは学ばない種類の勉学をまとめてこなす時期という認識だったからな。んだそりゃ。教養としての華道や茶道、ボールルームダンス、一時は帝王学の処方をやったこともあるな。すげえ単語が出たぞ。帝王学？王たる者は強者の風格を求められる。大げさに言い過ぎだ。まして帝王ともなれば最強となるため一子相伝の必殺奥義などを学ぶこともあるだろう。確かに学校でとはいかないな。ほっとけ。きっと帝王のイメージを間違えてんだよ。ともあれ、確かに理事長からも適度に休養を取るようにと言われていたな。だろ。よし、決まりだ。たまにはいいか。神事のたっての頼みじゃな。腹立つぜ相変わらず。そうと決まれば家にすぐ連絡して手配させよう。費用の心配はいい。お、マジか。けど俺から言い出しといて全部乗っかんのは。気にするな。日頃危険に付き合わせてるんだ。このくらいさせてくれ。家名にかけて必ずや思い出に残る特別なバカンスにしてみせよう。おう、そこまで気合い入れなくてもいいけどな。まあ聞くのか。私だ。海水手で浴か。すまないが旅行を手配してもらう。久しぶりだな。3人だ。準備しておくか。学園指定の水着で行くわけにはいかないしな。さすがにそんくらいは常識人だったたみてえだな。だ海へバカンスに行くだけだ。ほっとしたぜ。場所はな、任せるが別に自分で最適と思えるものを選びたいだけだこの時。期ホテルは騒がしい。なんだかんだ言って楽しみっぽいじゃねえか。久々だよお前のそういう感じ。なるほど。潜水艦で行くのか。それは思い出に残りそうだな。おいそこ、地味に何話してんだ。言ったろ、特別な思い出にしてやると。深海 1000m で泳ぎたいわけじゃねえんだよ。学生らしいのにしろよ。そうか、仕方ないな。なら聞くの。ただ海行くだけでどんだけ敷居高えんだこの集団は。みつるのやつもなんだか楽しそうだ。君も来る。海か。次は骨休みに。案外いい提案だったかもな。どうする？やれやれ。まさに快晴だな。海水浴日和だ。ああ、終日完全に休んでレジャーというのは思えば随分久しぶりだ。それにこのギラつく太陽、大自然に試されているようで闘志が湧くじゃないかなあ。シンジ、わかねえよ。何と戦ってやがんだ。浮かない顔だな。来たいと言ったのはお前だろ。何なんだその格好。海で水着は当然だろ。いや、なんでそんな全身ピッチピチのイルカショーの人みたいになってんだよ。体操選手のようでもあるな。完璧一目引いてんだろうが。さすがに世間が目ざといな。今このタイプの競泳水着で次々と世界記録が。てめえは何をしに来たんだよ。バカンスったら普通のでいいだろうが。やるからには本気だ。バカンスの意味を辞書で引いてこい。まあ許してやれ新垣。明彦も悪気があってのことじゃない。そういうそっちも何も律儀に制服で来ることはねえのによ。学生寮の利用者は休みの外出もできるだけ制服着用でと規則にあるからな。おい、まさか水着まで学校ので来てねえだろうな。それはない。秋とセットで危うく仮装行列になるとこだったぜ。そのメイドに言われてやめにした。頼むぜほんとよ。まあ
格好の件はどうせ洋上に出てしまえば問題ないだろ見えねえほど沖は出れねえぞ。ブイが見えんだろ。泳いでいくわけがないだろう。あ、私だ。よこしてくれ。なんだおい。嫌な予感しかしねえ。そう構えるようなものじゃないさ。沖に見えてる船、なんだかこっちへ向かってきてないか。まさか。すげえ。クルーザー、遊覧船、なんか上3階建てくらいになってんだけど。なんかの撮影とかか。かっこいいじゃないか。グッチョ。悪くないフォルムだろう。フロリダに住所登録もされているぞ。どうしたシンジ。普通の高校生はこんな成金クルーザーで船遊びしねえだろうが。潜水艦は NG と言われたので、その水中から水上へ浮上してみた。おいシンジ。だよ。思ったが、お前の過ごしたい普通のバカンスってのはどんな感じなんだ。ああ、普通とか学生らしいとか、しきりにそういうことにこだわってるようだから、いっそ俺が合わせた方が早いと思ってな。いや、合わせてほしいわけじゃ。それは私もぜひ聞きたい。恩返しにとつい張り切ってしまったが、思えば提案者の意図に耳を傾けるべきだった。お前だけ楽しめなかったというんじゃ俺も尺だしな。遠慮なく言ってくれ、新垣。お前の望む普通に私も協力しよ参ったな。逆にこっちが面倒見られる空気になってんじゃねえか。どうした。言いづらいことか。いや、まあゲロっちまうとだな。お前ら二人がそのいろんなもん背負いすぎて学生らしい普通をなくしちまったんじゃねえか。おい見ろシンジ。てめえ聞けよ。あれだ。ああ、ねえ、君たち2人で来てるの？俺らもなんだよね。どう？一緒に遊ばない？どうしよっか。私たち混まないうちに早めのお昼行く途中で。ならごちそうさせてよ。そんかわりさ、俺たちと恋の冒険に出かけない？ただのナンパじゃねえか。ああそうだ。答えは目の前にあったじゃないか。ああ、みつる、あれが普通の海水浴の楽しみの一つ、ナンパだ。要するにああいったことが新垣の望みか。あなるほど。それで言い渋ったわけか。ようやく謎が解けたな。溶けてねえよ。増えてんだろ。ま、面識のない相手を知己に得たいという時、自ら声をかけるのはフェアなコミュニケーションだと私は思う。なんか急にナンパが高尚なもんに聞こえてきたな。お前一人を行かせはしない。俺も共に戦おうシンジ。タルタロス行くみてえになってんぞ。やるからには本気だ。おアキ、ちょっと待て。いや君たち。おい、やべえ、水着すげえ。なにこの人。行こう行こう。あ、待って。見てこれ。マジウケる。普通買わないよね。ありえない。ナンパというのはいつ始まるんだ。だから言ったろ。この上はやはり競泳世界記録を。リベンジがおかしいだろ。なら次はシンジ、お前の番だ。おお、一回は一回だ。元はといえばお前が望んだことだろ。嘘言うなこら。しのごの言わずにやってみろ。ほらちょうど女子のグループが通りかかるぞ。あっち。てかやばい。日焼け止め塗ったのに肌もう赤いんだけど。じゃあ先パラソルとか借りる？ほら行け。アキてめえ。私たちに何か。あ、猫はいや、やばい人だよ絶対。おいシンジ、怖がらせてどうする。てめえが。いや、すまねえ、睨んじまって。それで。ああ、だな、その。行け、ラッシュだ。うっせえ。その、あんたら暇か？
ひょっとしてナンパまあそんな感じだ。っていうか、そっちの女の子は？私か？私は桐城満。月光館学園高等部の1年だ。いや、そういうことは聞いてねえよ。高一なんだ。3人とも？ああ。そっか、残念。子供連れましちゃうのは最近はちょっとね。子供？じゃあね、また来年。おい、あんた地味にタイプだったっしょ。つうか、だいぶ思ったわ。やばい。言っちまった。つか年で NG ってそれ俺ら全否定じゃんかよ。これでお互い一杯ずつのタイだ。誰も勝負してねえよ。では最後は私の番だな。お前もやんのかよ。面白い。確かに下駄箱に女子からの手紙がたびたび入ってるとも聞くしな。しかもそう言うんかよ。では行ってくる。すまない、ちょっといいか？おかしいな。予想に反して男に向かっていったぞ。おかしいのはお前の頭だろ。そうそう極端な相手選ぶかよ。よければ少し話をしないか？極端な相手選んだ。 100% 仇じゃねえぞあれ。んだお前、この女制服着てんぜ。カキか迷子なら間に合ってんぞ。けどおい、よく見たらイケてんじゃね？私は桐城満。月光館学園高等部の1年だ。マジかよ、 JK が逆なんてか。しかも俺らにとは。最近のガキはお目が高えな、おい。なあ、けど邪魔くせえの連れてんな。おい、後ろのキモい水着。おめえだよ。しか隣のてめえもだ。なんだ一体。なんだっつあれでもどっから説明。おい貴様、俺たち3人は今真剣勝負の最中だ。よそ見してないでおとなしく口説かれていろ。シンジからも言ってやれ。いや、無茶言ってんの完璧お前だろ。おう、なめてんのかてめえら。真後ろにはっついてやがってケツ持ち気取りか。こっちはこの辺じゃ顔なんだよ。島争ってんなら分かってんだろうな。お嬢、これもう頭下げようぜ。そうだな、本当にすまない。そちらが何を言っているのか、日本語なのかまるでわからないんだ。謝り方ちげえよ。生きがってんなよ、この甘。決裂か。どうやらミツルもこの勝負負けのようだな。おめえはもうわざと言ってんだろ。ところでさっきから気になっていたが、彼らの体に模様のようなものが浮き出ているのは風土病か？いい医者を知っているぞ。だとこれ以上油注ぐな。こいつら全員やっちまえ。おい、逃げんぞ。走れ。なぜだ。こんな奴ら10秒で返り討ちだ。乱闘騒ぎってことなんだろうが。それにこんなバカみたいな話ふっかけられた末にボクシングで締められるとかひどすぎんだろ。確かにくだらないいさかいは家の名前に傷をつけるな。よし、撤退だ。なら競争だ、シンジ。なんで楽しそうなんだよ。待ってこら、ガキども。よし、ゴールはあの灯台の上だ。上？なんで登る必要あんだよ。砂浜でブーツは走りづらい。今度こそ勝ちはいただきだ。させるか。お前らちったこりろよ。昔を思い出すな。はあ？お前がどうして俺たちを海に誘ったか、なんとなく分かったような気がする。秋、ありがとな、シンジ。やれやれ。油断禁物だぜ。なに？待て！汚いぞ、シンジ。お前たちは本当に仲がいいな。ダッシュだオラ。くそ、待て！走りすぎて痛む脇腹を押さえながらバカみたいないたずら顔で走るシンジ。
初めて見るかもしれないほどくったくない笑顔のみつる。高校最初の夏休みの忘れられない一日だ。また来年も来られる。あの時は3人とも疑いもせず未来を信じていた。だが運命はまるで断頭台の刃を落とすように唐突に俺たちの未来を断ち切った。あの事件によって。シンジ、お前黙って出ていくつもりか。出て行ってどうなる。関係ねえだろ。シンジ、同じこと続けろってか。シンジ、お前はなくす痛み、俺は奪う痛み。死神様はほとほと俺たちがお気に入りらしい。シンジ、俺はなくした時お前に支えられて救われた。なら今度は俺が。うるせえ。俺じゃダメなのか。シンジ、お前に許されてどうなるよ。世話になった。じゃあな。何が死神に気に入られてるだ。明彦、強くなるぞミツル。俺がもっと強くなればいい。自分を磨き抜いて、そしていつか必ず死神を俺の左で沈めてやる。シンジは学生寮を去り、学校にすらほとんど姿を見せなくなった。やがて休学の届けが出され、特別課外活動部には俺とミツルの2人だけが残された。予報通りの雪だ。朝までにそこそこ積もるかもしれないな。新垣のやつ、今頃どこで何をしてるんだろうな。例のたまり場にちょくちょく顔を出してるようだ。俺も何度か見かけた。あの裏通りか。やはり事件のこと忘れていないんだな。忘れてないってことは今のままじゃまずい。向き合うべきだと心のどこかで分かってるってことだ。そのうち必ず連れ戻してやる。羨ましい絆だな。さて、タルタロス探索に出ないなら俺は休ませてもらおう。明日もトレーニングで早い。私も戻って卒業式の在校生スピーチの原稿だ。遅くなって影時間にかかると寝際の支度が不便になる。その前に終わらせたい。俺たちも3年か。それと、そうだ、理事長から夕方に連絡があった。影時間への適性があるらしい生徒がもう一人近々ここへ来るそうだ。本当か。名前は結城誠、新2年生の男子だ。転入生らしい。この2年でようやく2人目か。戦力に育ってほしい気持ちもあるが、正直何をさせることになるか考えれば手放しには喜べないな。怯えるな。あいつの悲劇が繰り返されるなんて決まったわけじゃないだろう。明彦、可能性と考えればいいさ。シャドウとの戦い、そいつを丸ごと覆すような奇跡だって今度は起きるかもしれないだろう。そうだな。新しい力、新しい希望だ。やがて春、4月になればまた新たな1年が幕を開ける。高校生活最後の1年間、それがどれほど忘れがたく運命を分かつ1年となるかを、俺たちも俺たちとやがて出会う仲間たちも今はまだ誰も知らない。